こんにちは。皆さん、マルコです。質問があります。皆さんはステーブルディフュージョンについていつ初めて知りましたか？私はバージョン2.1が出た直後に関わり始めました。この感情を視覚的に表現させてください。つまり、私が言いたいのは、私がオートマティックインダストリー1をインストールしたときは、これのように見えたということです。この技術がどれだけ早く進歩したかは本当に驚きです。ある意味でこの流れに早く乗れたことは幸運でした。しかし、多くの人々は取り残されていると感じていると思いますし、それも無理はありません。専門用語やジャゴンの多さに圧倒されることがどれほど大変か想像できますか？中国のことわざにもあるように、好因子の廃止です。AI ツールが発展し続けるにつれて、人々はさらに取り残されていると感じるでしょう。これは、あなたの好きな MMO ゲームの3つの拡張パックの一例を取っているようなものです。ゲームの終わりにたどり着くとどれだけ素晴らしいことが待っているか、友達がどんな素晴らしい挑戦を経験したか、そんな話をたくさん聞きますが、あなた自身はそこにたどり着けません。この認識が新しいコース、ステーブルディフュージョンヒット1を始めるきっかけとなりました。もちろん、コミュニティからの根回しのコメントや、役に立つフィードバックも1割を果たしました。急速に変化する AI の状況とは別に、現在の多くのコンテンツは時間面に集中しており、基礎理論から離れていると感じています。このカリキュラムはどのようにするかを示すだけでなく、同様に重要ななぜをも取り上げることを目指しています。ご存知のように、私たちの AI コミュニティは文化的にも言語的にも多様であり、私はすべての人にとって包括的で理解しやすいコースを提供するために最善を尽くします。中国語、日本語、英語が主要な言語なので、ここから始めるのが何かなっています。字幕を読んでもらうことで動画の公開を早めることができるでしょう。YouTube に自動翻訳させ、英語で動画を作成することに専念することもできます。しかし、吹き替えには3つの主要な理由があります。まず、字幕を読みながらスライドを見ることはできません。人間の目はそのように作られていません。第2の理由は教育的なものです。字幕を読む興味は認知負荷を増加させ、集中力を早く使わせ、学習をより困難にします。そして最後に、私たちが議論しているのは、ほとんどの AI 駆動の翻訳サービスが情報を持っていない新しい技術です。将棋や理論が乾燥したり退屈にならないように最善を尽くします。コンピュータラボの実験では、この2つのユーザーインターフェースを並べて使用します。ですからこれらの両方をカバーし、一方で説明するすべてをもう一方でも説明します。それが公平だと思います。特にコミュニティの全員、または少なくとも可能な限り多くの人々を参加させたいと考えている場合は、最後に以前のビデオを見ていない方のためにこれを簡単に繰り返します。私がこれらのビデオを作成できる主な理由は、私を経済的に支えてくれる木のおかげです。少し前に宿を辞めた後、この YouTube のことをやってみることに決めました。リッチ夫人はこのことに全面的に支援してくれて、彼女の継続的な支援がなければ、この講義は実現できなかったでしょう。自分でコンテンツを作り始めてYouTuber がいいねやチャンネル登録と繰り返し言う理由がわかります。こんなことを言うのは嫌いですが、もしコンテンツが良いと思っていて、私がこれを続けることを望むなら、いいね、チャンネル登録、コメントをお願いします。少なくとも、どれだけの人が興味を持っているかのシグナルになり、YouTube で教えることで生計を立てるためのオーディエンスを構築するチャンスが得られます。それとも始めるべきか、本当の仕事を探し始めるべきか、何であれそれが何を意味するかに関わらず。それではトピック1、基本事象に進みましょう。最初に質問から始めたいと思います。このビデオには何が問題ですか？わかりましたか？もし検討したらもう一度再生しますね。今度はわかりましたか？ではこちらはどうでしょう？何が起こっているのかがはっきりしましたね。私はこれらのビデオを逆再生しています。
あなたはお茶を飲みますか？それはお茶の種類によると思いますが、もしイングリッシュブレックファーストテアイ、甜紅茶、抹茶ラテを飲むなら、この過程はよく知っているでしょう。牛乳が高濃度の部分から地濃度の部分へと液体を通して広がる過程です。この過程は拡散と呼ばれます。ステーブルディフュージョン、そして拡散モデル全般が無理的な拡散過程から上昇を得ていることを考えると、ここから始めるのが適切だと判断しました。ではなぜ2つ目のビデオの方が明らかだったのでしょうか。おそらく最初のビデオであなたを裁しましたが、誰もが2つ目のビデオが根本的に間違っていることがわかります。考えてみてください。どんなに編集しても、この行動を説得力のあるものにすることはできません。なぜでしょうか。神経科学によれば、脳には時間の経過を止血するための内在的な主観的メカニズムがあります。これは時で心理的な時間の時と呼ばれます。ビリヤードの空きの運動を支配する基本的な無理法則は時間対象です。摩擦を編集で取り除くことで、脳が時間の方向を区別するために依存している主要な非可逆プロセスを除去しています。一方、2つ目のビデオは、分子レベルで発生している複雑な相互作用を含んでおり、その根底にある無理法則は時間対称性を示しません。2つ目のビデオに試されているようにミルクが集約するには、分子元の集めてありえないレベルの曲調が必要であり、それは不可能に近いです。これは複雑なシステムが熱理学第二次法則で説明されるように、最大の混乱状態に向かって進む自然の傾向があるからです。しかし、この法則は非常に不便的に脳裏なつため、無理学者はエントロピーが増加する方向を時間の時と定義するほどです。したがって、このビデオの場合、心理的な時間の時は、熱理学的な時間の時と一致していません。そのため何かが違うと感じるのです。一方、リチ夫人が家に帰ると、私たちの家が最大の混乱状態に向かっていることに気づくでしょう。エントロピー、混乱の過度が増加しているため、彼女が下す結論は明白です。彼女は確かに時間の中で前進しているのです。これは確かに考えさせられます。どうすれば現実についてこんなに混乱して、時間の前進方向を定義する必要があるのでしょうか。それは無理学者だけがする質問だと思います。これは仕事に棚う風変わりなものだと考えてください。例えば、経済学者だけが事業はなぜ悪いのかという質問をすることができます。それはいいですね、マーコ。でもこれがステーブルディフュージョンとどう関係があるのですか？さて、すべて関係があります。エントロピは定義は異なるものの、規定学習にも存在する概念です。特定の拡張機能や OpenAI のプレイグラウンドに温度と呼ばれるパラメータがあるのはなぜだろうと思ったことはありませんか？ここには多くの来視点を描くことができますし、無理的な拡散は視覚化しやすいです。ステーブルディフュージョンが画像を生成するとき、それはノイズのある画像からガウスノイズを除去することで行われます。これはあなたが見た拡散プロセスの逆のようなものです。このプロンプトを見てください。映画のようなアクションショットの時、完璧な構図、傑作です。これが私たちのノイズ画像です。今、何が起こるか自分で観察してみてください。以前に無理学の議論をした理由は、機械学習研究分野が私たちに与えてくれた教義を理解し、感謝してほしかったからです。毎回生成をクリックするたびに、あなたは茶から牛乳が自然とした型に再構成されるのと同じぐらい奇跡的なものを見ているのです。私が家を掃除するのも同様です。それが後かどうかにかかわらず、その議論には入らないつもりです。それでもそれ自体が魔法のようなものです。そしてはっきりさせておきますが、ステーブルディフュージョンは無理法則をまつっているわけではありません。そして私たちが時間旅行する AI を持っていると死守しているわけでもありません。ですからあなたの名前がサラコナなら今夜は安心して眠れます。来詩を引くときは慎重でなければなりません。すべての来詩には限界があるからです。そして私が興奮を共有している間に私の言葉が誤解されることを望んでいません。ス
テーブルディフュージョンが安定と呼ばれる理由の一部は、少なくとも部分的にこれは制御されたプロセスだからです。つまり、ノイズから出てくるものに対してある程度のコントロールがあるということです。そして、ある程度と強調するのは、常に不可予測な要素が存在するからです。これは、生成を開始するとき、ステーブルディフュージョンの創造者でさえ、最終的に何が出てくるかを完全に予測することはできないことを意味します。それはプロセスの確率的な形質、モデル内のランダムな変動や相互作用に関連しており、正直に言うと私自身もそれについてあまり知りません。良いニュースは、処理にある程度のコントロールを強識できるということです。実際、結果をあなたの望む方向に導く努力をすることを条件付けと呼びます。一般的に、モデルに追加の情報やガイダンスを提供することでこれを行います。多くの方法がありますが、まずは基本から始めましょう。テキスト条件付けとは、テキストベースの入力を使用することです。言葉を使って欲しいものを説明する簡単明瞭です。画像の条件付けは、画像を使って結果を見ましくことです。最初のものを実際にまたことがあります。ノイズでいっぱいの画像を用意し、テキストの説明を提供し、ノイズが希望の処理に変わるのを見ました。このワークフローはテキストから画像への変換、テキストとイマジュと呼ばれます。そしてテキスト入力はプロンプトと呼ばれます。センスのようにステーブルディフュージョンおよび拡散モデル全般は自然界で発生する拡散プロセスに後発されています。しかし、自然な拡散は連続したプロセスであるのに対し、ステーブルディフュージョンで使用されるプロセスは反復的です。じゃあ言い換えれば、それは離散的です。例えば、この時は20回の反復より一般的にはステップで生成されました。ステップ書は頻繁に調整するもう一つのパラメーターです。それきり思った通りの結果にならないこともありますが、処理結果が非常に近いことがあります。ステーブルディフュージョンはノイズを除去するのが非常に得意なので、途中の部分的にノイズのある画像を使用して同様のものを生成することを掲げるものは何もありません。例えば、死の見た目に満足しているが、元とは女性の時を望んでいて、プロンプトに女性を含めるのを忘れてしまったとします。この部分的にノイズのある画像を途中から取り出して、それを入力として使用し、女性視線時というプロンプトを加えて使用します。処理はこのようになります。以前にステーブルディフュージョンを実行した視聴者は、ちょっと待って、それはそういう仕組みではないと思うかもしれません。実際、それはソフトウェアで実際に行う方法ではありません。これは説明のためにこのように試しているだけです。手動で画像を選ぶ代わりに、実際にはもっと嫌い方法があります。実際には、ステーブルディフュージョンはノイズを消極するだけでなく、ノイズを追加することもできます。したがって、このスペクトルから画像を選択する代わりに、クリーンな画像を使用し、目的の画像を得るためにどれだけのノイズを追加する必要があるかを指定できます。例えば、この見点がノイズ 0% で、この見点がノイズ 100% である場合、先ほど使用した画像はだいたい 60% 程度です。入力画像に到達するために追加するノイズが多いほど、元に戻すためには強力なノイズ除去が必要になります。それではこのノイズ除去プロセスの強度を定量化するこのパーセンテージパラメータがわかりますか？ノイズ除去強度と呼ばれるのも驚きではないでしょう。完璧に例にかなっていますよね。したがって先ほどのように手動で画像を選ぶ代わりに、これが和紙たちの入力になります。クリーンな画像とどれだけカオスの中に降りるつもりかを指定するパラメータです。以前のプロンプトを追加し、拡散を実行するとこれが処理です。このワークフローはイメージトゥイメージと呼ばれますが、ご覧の通り、技術的にはテキストも使用します。今日の締めくくりとして、いいね、チャンネル登録、コメントについては急に話しましたので、繰り返しません。これは
私の中国語と日本語の視聴者に対する別のお願いです。私はあなたたちの言語を話せないので、このコンテンツを共有すべきウェブサイトやオンラインコミュニティに一夜詳しくありません。そのため共有していただけると非常に助かります。この違いがどれほど大きいかを示すために、YouTube に英語で前回のビデオを公開した後の状況を示します。これは Reddit に投稿した瞬間の状況です。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。実習のためにコンピューターラボでお会いしましょう。今から準備を始めます。またね。